2026年4月、アメリカ、シカゴの総合病院で起きた出来事だ。その日、病院の集中治療室は静まり返っていた。モニターの数値はすべて0を示し、担当医は静かに時刻を読み上げた。午前3時14分、死亡宣告だった。彼女の名前はマーガレット・コリンズ。享年67歳。7日間、植物状態のまま一度も目を開けることなく、脳波の測定すら不可能な状態が続いていた。家族はすでに覚悟を決めていた。医師たちも、もはや奇跡を期待していなかった。しかし、死亡宣告の6時間前、異変は起きた。誰も動いていない病室の中で、マーガレットの右手の指が、かすかに動いた。担当看護師がそれに気づいたのは偶然だった。記録のためにベッドサイドへ近づいた瞬間、シーツの上に置かれた手が、ゆっくりと、しかし確かに、動いていた。すぐに医師が呼ばれた。脳波計が再び取り付けられた。しかし数値は変わらなかった。測定不能。意識の回復を示すデータは何一つ存在しなかった。それでも、彼女は目を開けた。うつろではなかった。焦点が合っていた。まるで何かを、あるいは誰かを、はっきりと見つめているような目だった。家族4人が駆けつけた。その中には、生まれてから一度も声を発したことのない娘がいた。言葉を持たない娘の手を、マーガレットはゆっくりと握った。そして、一言だけ口を動かした。その言葉は、録音装置には何も残らなかった。しかし、その場にいた家族4人全員が、同じ言葉を、同時に聞いた。医師たちはその現象を説明できなかった。記録にも残せなかった。ただ確かなのは、その一言の後、マーガレットは静かに息を引き取り、そして残された家族の人生が、静かに、しかし深く、変わり始めたということだ。一体彼女は、何を言ったのか、そしてなぜ、声にならない言葉が4人に届いたのか。それを理解するには、マーガレットがこの病院に運ばれるよりも、ずっと前まで時間を遡る必要がある。マーガレット・コールマン、享年71歳、シカゴ郊外の小さな町で生まれ、同じ町で生涯を終えた女性だ。彼女の人生は、決して派手なものではなかった。夫のトーマスと結婚して47年、3人の子供を育て、孫が生まれても、変わらず同じ台所に立ち続けた。毎朝6時に起きて、コーヒーを入れる。決まった椅子に座り、窓から庭を眺める。それが彼女の一日の始まりだった。長女のエミリーは、生まれつき言葉を持たなかった。医学的に発声機能に障害があり、声を出すことができない。それでもマーガレットは、エミリーと誰よりも深くつながっていた。言葉がなくても、目が合えばわかる。手を握れば伝わる。母と娘の間には、そういう静かな言語があった。2026年4月3日、その朝も、マーガレットはいつも通り台所にいた。トーマスが庭の手入れをしている間、彼女は一人で朝食の準備をしていた。特別なことは何もなかった。ただ、穏やかな春の朝だった。異変が起きたのは、午前8時17分のことだ。トーマスが台所に戻ると、マーガレットが床に倒れていた。コーヒーカップが割れ、床に茶色いシミが広がっていた。呼びかけても反応がない。胸は動いていなかった。救急車が到着するまで、11分かかった。その間、トーマスは必死に心臓マッサージを続けた。68歳の夫が、膝をつきながら、妻の胸を押し続けた。病院に搬送された時、心停止からすでに17分が経過していた。医師たちは全力を尽くした。蘇生処置は続けられ、心臓は再び動き始めた。しかし脳への酸素供給が長時間途絶えていた。蘇生直後から意識は戻らず、検査の結果、脳波はほぼ検出不能な状態だった。担当医は家族を呼び、静かにこう告げた。回復の可能性は、非常に低い。と、それから7日間、マーガレットは意識のないまま病院のベッドに横たわり続けた。家族は交代で付き添い、声をかけ続けた。エミリーも毎日来た。声は出せなくても、母の手をずっと握っていた。そして7日目の夜、誰もが静かに、終わりを覚悟し始めていた。あの瞬間へと向かっていく。7日目の夜、病室の空気は、重く、静まり返っていた。マーガレットの呼吸は、機械の助けを借りて、かろうじて続いていた。モニターの波形は、ほとんど動かない。脳波は、測定できないに等しい状態だった。医師たちは、できることをすべてやり尽くしていた。それでも、
何も変わらなかった。担当医は静かに言った。今夜が山場になるかもしれません。と、家族は病室に集まっていた。夫のロバート、長男のダニエル、次女のソフィア、そして生まれてから一度も声を出したことのない娘、エミリー、4人はそれぞれの思いを胸に、ただ母の旗にいた。エミリーは母の手を握り続けていた。言葉は出せない。声も出せない。それでも手だけは離さなかった。冷たくなっていく指先を両手でそっと包んでいた。その時だった。マーガレットの指がかすかに動いた。誰もが息を飲んだ。気のせいかと思った。しかし、もう一度、確かに動いた。ゆっくりと、エミリーの手を握り返すように、ロバートが立ち上がり、ナースコールを押した。駆けつけた看護師は、モニターを確認し、首をかしげた。数値は何も変わっていなかった。脳波は依然として沈黙したままだった。それなのに、マーガレットのまぶたがわずかに震えた。担当医が呼ばれた。再検査が行われた。機器は何も拾わなかった。医学的には意識があるはずのない状態だった。しかし、その6時間後に起きたことは、医療記録のどこにも正確には残されていない。記録できなかったのではない。記録する言葉が見つからなかったのだ。家族の誰もがあの瞬間のことを今も同じように語る。確かに聞こえた。と、4人全員が同時に、と、録音機器は何も拾わなかった。しかし、4人の耳にははっきりと届いていた。意識が戻るとはどういうことなのか。脳が動いていないとき、人は何を感じているのか。医学はまだその問いに答えられていない。マーガレットが最後に向かった場所へ。次は、その扉の向こうへと進んでいく。暗闇の中で、人は何を見るのだろう。マーガレットは、7日間、どこにいたのだろうか。脳波は測定できなかった。意識は、医学的に存在しないとされていた。しかし、彼女は最後の瞬間、確かに戻ってきた。臨死体験を語る人々には、ある共通点がある。暗いトンネルを抜けると、強い光が見える。そして、先に行った人たちの姿がある。声がある。ぬくもりがある。それは夢ではなく、現実よりも鮮明だったと、彼らは口を揃える。マーガレットの夫、ジェームズは、2023年に先立っていた。長年連れ添ったパートナーだった。マーガレットが意識を失う直前まで、彼の名前を呼んでいたことを、娘のサラは覚えている。7日間、マーガレットがいた場所に、ジェームズはいたのだろうか。医学は、この問いに答えない。答えることができない。しかし、臨死体験の研究者たちは、長年、一つの事実を記録し続けてきた。心停止の後に蘇生した患者の多くが、会いたかった人に会えた、と語る。その体験は、文化も言語も国境も超える。マーガレットの場合、心停止は17分間続いた。通常、4分から6分で、脳細胞は不可逆的なダメージを受け始める。17分は、医学的にはほぼ奇跡の領域だ。それでも彼女は戻った。そして、最後にもう一度、戻った。なぜ、彼女はあの瞬間に目を開けたのか。なぜ、声が録音されなかったのに、4人全員に届いたのか。一つの仮説がある。意識は、脳だけに宿るものではないという考え方だ。量子生物学の分野では、意識が物理的な境界を超える可能性を真剣に議論し始めている。それはまだ証明されていない。しかし、否定もされていない。マーガレットが向かった場所の扉は一方通行ではないかもしれない。彼女はそこから一度だけ振り返った。家族に言葉を残すために、その言葉の意味を家族はまだ噛み締めている。光の向こうには何があるのか。そしてその境界線は私たちが思うよりもずっと曖昧なのかもしれない。次は、その境界そのものへと踏み込んでいく。境界という言葉がある。生と死の間に引かれた見えない線。それは地図には描かれていない。誰もその場所を正確に指し示すことができない。しかし、マーガレットはそこへ行った。そして、戻ってきた。7日間、彼女の脳波はゼロだった。医療機器は何も捉えなかった。呼びかけにも、刺激にも、反応はなかった。それでも、家族は旗を離れなかった。娘のエミリーは毎日、母の手を握り続けた。言葉を持たない彼女が、声の代わりに伝えられるのは、
ぬくもりだけだった。そのぬくもりが何かをつないでいたのかもしれない。臨終の6時間前、マーガレットの指が動いた。わずかに、しかし確かに、医療スタッフが駆けつけた時、彼女の目は開いていた。焦点が定まらないまま、それでも天井ではなく、エミリーを見ていた。その瞬間、時間が止まったと、息子のトーマスは言う。マーガレットはゆっくりと口を動かした。声にならない声が、しかし確かに言葉として、4人全員の耳に届いた。録音装置には、何も残っていない。病室のマイクは、その瞬間も作動していた。しかし、波形は揺れなかった。科学は、これを説明できない。教会の場所で、何が起きたのか。マーガレットは何を見て、何を感じ、何を決めたのか。医師たちは言う。脳が酸素不足の極限状態で、幻覚的な神経活動を起こすことがある。と、しかしそれは、個人の内側で完結するはずの現象だ。なぜ、4人が同じ言葉を聞いたのか。なぜ、装置だけが何も拾わなかったのか。その問いに、答えは出ていない。教会とは、一方通行の壁ではないのかもしれない。扉のような、何かなのかもしれない。そしてその扉の前で、人は選ぶのかもしれない。引き返すか、進み続けるか。マーガレットは、一度だけ振り返った。家族の顔を見て、言葉を残して、それから目を閉じた。穏やかな表情だったと、看護師は記録に書いた。苦しみではなく、安堵の顔だったと、教会の向こうに何があるのかは、誰にもわからない。しかし、そこへ向かう人の顔が、時に穏やかであることは、確かな事実として残っている。その事実が、残された者たちの何かを、静かに変えていく。次は、その変化の全貌へと踏み込んでいく。彼女の意識が戻った。あの瞬間から、家族の記憶は、ゆっくりと動き始めた。7日間、脳波の測定すら不可能な状態で、彼女はそこに横たわっていた。医療機器は沈黙を刻み続け、医師たちは言葉を選びながら家族に告げた。奇跡を待つしかない。と、しかし人は、奇跡を待ちながら、過去を振り返る。長女は、子供の頃の朝を思い出した。母が台所に立ち、何も言わずにスープを温めていた。あの静かな朝を、言葉は何もなかった。それでも、愛されていることは、分かっていた。次女は、学校の発表会を思い出した。緊張で足が震えていた自分の横に、母はただ座っていた。何かを言ったわけではない。ただ、そこにいた。それだけで、十分だった。息子は、喧嘩したまま別れた夜を思い出した。謝れなかった言葉が、今もまだ胸の中にある。あの夜に戻れたなら、何を言うだろうか、何を伝えられるだろうか。そして夫は、ただ手を握っていた。何十年も共に過ごした。その手を、シワの一本一本に、二人の時間が刻まれていた。言葉にならない何かが、指先から伝わってくるようだった。人は、別れの場面で、初めて気づくことがある。日常の中に、どれほど多くのものがうずもれていたかを、彼女が残した一言は、録音装置には記録されなかった。しかし家族4人の耳には、確かに届いた。同時に、同じ言葉として、それは、説明のつかない現象だった。科学は沈黙し、医療記録には空白が残った。しかしその空白の中にこそ、何か本質的なものが宿っているのかもしれない。生きるとは、何かを伝え続けることなのか、あるいは、伝えられないまま終わることの中にも、意味があるのか。彼女のパノラマは、静かに閉じた。しかし家族の中で、その映像はまだ流れ続けている。消えない記憶は、灯火になる。その灯火が、残された者たちをどこへ連れて行くのか。次の章で、その帰還の物語が始まる。消えない記憶は、灯火になる。その灯火が、残された者たちをどこへ連れて行くのか。帰還の物語が、今始まる。2026年4月、シカゴの総合病院、集中治療室の廊下は、静まり返っていた。モニターの音だけが、規則正しく空気を刻んでいた。彼女が心肺停止に陥ってから、17分が経過していた。蘇生処置は施された。しかし脳への酸素供給が途絶えた時間は、あまりにも長かった。医師たちは、静かに首を振った。脳波は測定不能。自発呼吸も、確認できなかった。植物状態。それが、医療記録に記された彼女の状態だった。7日間、彼女は動かなかった。
瞬き一つ、なかった。家族は交代で病室に付き添い、声をかけ続けた。しかし返事は、なかった。担当医は家族を廊下に呼んだ。告げた言葉は、短かった。もう、時間の問題です。と、その日の夜、臨終まで6時間を切ったとされる時刻、誰も予期していなかった瞬間が、訪れた。彼女の右手の指が、わずかに動いた。看護師が最初に気づいた。動きました。と叫んだ声で、廊下にいた家族が駆け込んだ。医師も走った。しかし機器は、何も示していなかった。脳波の波形は、依然として平坦だった。医学的には、意識があるはずのない状態だった。それでも、彼女は目を開いた。ゆっくりと、確かに、天井ではなく、娘の顔を見つめるように、生まれてから一度も声を発したことのなかった娘。その娘の手を、彼女はしっかりと握った。次の瞬間、4人の家族全員が同じ言葉を聞いた。確かに、聞いた。しかし病室に設置されていた録音装置には、何も残っていなかった。医療スタッフの誰一人として、その声を説明できなかった。記録にも、残せなかった。それから数分後、彼女は静かに息を引き取った。モニターが、長い一音を鳴らした。医師たちは沈黙した。誰も、言葉を見つけられなかった。科学では測れない何かが、あの部屋にあった。その確信だけが、白衣の中に残った。そして、その言葉を受け取った家族の中で、何かが変わり始めていた。次の章で、その変化の輪郭が明らかになる。あの夜から、家族の時間は変わった。表面には見えない。言葉にもしにくい。それでも、確かに何かが違っていた。長女のミアは、翌朝から日記をつけ始めた。母が言ってから、毎朝欠かさず書いている。内容はシンプルだ。今日、誰かに優しくできたか、という一項だけ。それだけで十分だと、彼女は言う。母の声が、そう教えてくれたから。次女のソフィアは、20年間続けていた薬を手放した。不安障害と診断され、長く依存してきた処方薬だ。医師への相談の上で、段階的に減らしていった。恐怖が消えた、と彼女は静かに話す。怖いものが、もうなくなった気がする。と、その変化を、主治医も驚きを持って記録した。息子のジェームスは寡黙な男だった。感情を表に出すことを、ずっと避けてきた人だ。だが母の死後、職場の同僚に自分から声をかけるようになった。小さな声で、短い言葉で、それでも確かに、扉が開いた。4人の中で最も変わったのは、末娘のレイチェルだった。彼女は生まれつき言葉を持たない。音声での会話が、生涯できなかった。しかし母から直接、自分の名を呼ばれたと感じた日から、何かが揺れ始めた。筆談で、こう書き残している。お母さんの声が聞こえた。それが初めて、自分の存在を証明してくれた。と、彼女は今、福祉施設でボランティアを始めた。声を持たない者として、声を持たない人々のそばに立つために、4人はそれぞれ違う場所で生きている。それぞれ異なる痛みを抱えている。それでも今、同じ方向を向いている気がすると、長女は言った。母が残した一文は録音されなかった。記録にも残らなかった。それでも、4人の胸の中に深く刻まれている。科学は、この変化をどう説明するだろうか。脳への影響か、喪失による感情の再構築か、それとも、全く別の何かか、測れないものが、人を変えることがある。数値にならないものが、命を動かすことがある。次の章では、この出来事そのものと向き合う。科学と霊性、その2つの視点が、同じ現象を前にして、何を語るのかを。科学と霊性、この2つは、長い歴史の中で対立してきた。しかし今回の出来事は、その対立をはるかに超えたところに存在している。まず、科学はこの現象をどう見るか。脳科学の観点から言えば、脳波が測定不能な状態からの意識回復は、極めて稀ではあるが、完全にゼロではない。臨死状態において、脳内で最後の電気的活動が突発的に生じることがある。それが、一瞬の覚醒をもたらす可能性はある。しかし、問題はそこではない。録音装置に何も記録されなかった声が、4人に同時に聞こえた。この事実は、脳の電気活動だけでは説明できない。音響物理学の観点からも、音が鳴れば機械は拾う。それが記録されなかったということは、
音が物理的に存在しなかった可能性を示す。では、4人が同時に幻聴を体験したのか。心理学では、集団的感情共鳴という概念がある。強いストレス下にある複数の人間が、同じ幻覚を共有することがあるという理論だ。しかしそれでも、内容まで一致することは、ほとんど報告されていない。4人が聞いた言葉は、全く同じだった。内容も、順序も、声のトーンも、科学は、この一点の前で立ち止まる。霊性の側から見れば、答えはむしろ単純かもしれない。魂が肉体を離れる瞬間、物質の法則を超えた伝達が起きる。それは、音ではなく、意味として届く。だから機械には残らない。しかし人の心には、深く刻まれる。世界中の宗教的伝統において、臨終の言葉は特別な意味を持つとされてきた。それは偶然ではないかもしれない。どちらの視点が正しいか、今はわからない。もしかしたら、永遠にわからないかもしれない。しかし、確かなことが一つある。測れないものが、人を変えた。数値にならないものが、4人の命の方向を動かした。それは今も、続いている。科学と霊性は、敵ではないのかもしれない。どちらも、同じ問いに向かっているのかもしれない。人は、なぜここにいるのか、そして、どこへ向かうのか。この女性が残した一文は、その問いへの入り口だった。次の章では、その言葉そのものと向き合う。彼女が伝えようとしたメッセージの、深い意味を、測れないものが、人を変えた。数値にならないものが、4人の命の方向を動かした。それは今も、続いている。科学と霊性は、敵ではないのかもしれない。どちらも、同じ問いに向かっているのかもしれない。人は、なぜここにいるのか、そして、どこへ向かうのか。この女性が残した一文は、その問いへの入り口だった。脳波も測れない状態で、7日間を過ごした。医師たちは、もう意識は戻らないと判断していた。それでも彼女は、最後の瞬間に目を開けた。生涯、言葉を発することができなかった娘の手を握った。そして、一文を残した。4人に同時に聞こえた。しかし、録音には何も残っていなかった。その言葉が何だったのか、私たちには、直接知る方法がない。それでも、その家族の人生が変わったという事実は、消えない。長男は長年続けていた仕事を辞め、人を支える道を選んだ。長女は、自分を責め続けていた過去を、初めて手放した。娘は、生まれて初めて声ではない形で、何かを受け取ったと語った。そして夫は、妻の死後、一度も孤独を感じていないと言った。言葉は、消えなかった。録音されなくても、記録されなくても、4つの心の中に、深く刻まれたまま、今も生きている。私たちは何かを、証明、しようとしてきた。見えないものを、数字に変えようとしてきた。でも、本当に大切なものは、いつも測定の外側にあった。この女性が伝えようとしたこと、それは、恐れるなということだったのかもしれない。終わりは、終わりではないということだったのかもしれない。あなたは今、誰かに伝えたい言葉を持っているだろうか。それとも、誰かから受け取りたい言葉を待っているだろうか。どちらであっても、その気持ちは本物だ。そして本物の気持ちはいつか必ず、誰かに届く。彼女はそれを最後の瞬間に証明した。言葉の届き方は、一つではない。